皆さんこんにちは。今回私は富山県の高岡市、それから富山市に行ってきました。美味しいご飯がたくさんあります。ブラックラーメン最高でした。高岡市は何と言っても鋳物が有名です。鋳物以外にも歴史を感じられる場所たくさんありまして、見ていてとても楽しくなります。さらに富山市にはニューヨークタイムズ紙2025年世界で行くべき52カ所に選ばれた場所もあります。皆さんぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まずは高岡市の場所についてです。高岡市は本州のほぼ中央で日本海に面する富山県の北西部に位置します。東京駅から新幹線1本で3時間かかるかかからないかぐらいで行くことができます。新幹線の駅としては富山駅と金沢駅の間にあります。高い技術と豊かな水資源をもとに様々な工業が発展しています。また万葉のふるさと、そして町民文化が花咲く場所です。人口は令和2年の時に16万6千人くらい、大きい富山市に比較すると少ないかもしれません。そして大きいイオンがあります。なので生活はとても便利だと思います。私は朝一から観光したかったので、前日の最終便で高岡市に行ったのですが、夜は人はあまりいませんでした。私は朝一番に立山連峰を見渡せる海岸線を見たくて、天原市海岸に来ました。天原市海岸は高岡から氷見に向かった場所の天原市駅の近くにあります。ただ私が行った時は少し雲がどんよりしていました。なので朝早くからやっている天原市食堂さんでモーニングを食べて少し時間を潰してから行くこととしました。とても美味しかったし、店の中からの海の眺めとても綺麗でした。お店は8時ちょっと前ぐらいに出て、義経岩の方に向かいました。駅から歩いて10分かかるかかからないぐらいかの場所にあります。義経岩の近くには道の駅があります。そのデッキから義経岩を見てみたのですが、残念ながら雲がどんよりしていて立山連峰は見ることができませんでした。この場所がなぜ義経岩と言われているか。ここは昔源義経がここを通りかかった時ににわか雨に遭い、この岩の下で家来ともども雨宿りをしたという伝説に由来しています。確かに岩の下よく見ると柱が立ってて雨宿りできそうで、パルテノン神殿みたいなので、私はここを高岡のパルテノン神殿と名付けたいと思います。ちょっと無理あるかな。昔は道の駅なんてないから、こういったところで雨宿りをしたのでしょうね。ここからは天原市散策路を歩いていきます。ただ散策路といってもただの海岸線を歩くだけです。散策路っていう名前をなぜ付けたのか。この海岸線を歩くととても素敵な場所だということがわかります。あとはスカッと晴れていて立山連峰が見えればより楽しめたのかなと、少し残念な気持ちもあり、またもう一回来てみようという気持ちにもなりました。ここは日本の渚百選、それから日本の白砂青松百選、それから日本の海水浴場88選にも選ばれています。まとめますと、生
海なし県の群馬県人の私にとっては最高の海岸ということです。あれですよね、ステーキを食べに行ったらステーキソースだけじゃなくておろしポン酢とガーリックバターソースがついてきたみたいな、そんな印象ではないでしょうか。いや、ちょっと無理あったかな。でも本当に歩いてるだけで綺麗な海岸線だとは思いました。あとはちょっとアーティストになりきって踏切越しに見える海を楽しむなんていうね、こういった写真も撮ることができました。ということで天原市駅に戻ってきました。本当はね、この綺麗な景色を見たかったんですけれど、残念ながら見られなかったので再チャレンジしたいと思います。新幹線で新高岡駅に来て、そこから城花線で高岡駅まで、高岡駅からは氷見線に乗ってこの天原市駅まで来ることができます。一点注意が必要なのが、この天原市駅 IC カードでの乗車下車ができません。新高岡駅で城花線に Suica とか IC で乗った場合は、高岡駅で1回出て切符を買って氷見線に乗る必要があります。あと小銭がないと支払いができないので、近くの自販機で崩すなどして小銭を持っていきましょう。天原市海岸を後にした私は伏木に来ました。不思議な伏木って何でしょう。天原市駅から高岡駅に向かって2駅行った場所に伏木駅はあります。ここには国宝の正光寺があります。あとは万葉という言葉がよく使われています。これは昔大友のやかもち氏がここにいたからです。大友のやかもち氏は万葉集の編纂に関わる歌人として取り上げられることが多いです。駅を出て目の前に坂道がありまして、そこを上がっていくと正光寺にそのまま行けます。歩いて10分かからないくらいですかね。坂の途中には高岡市伏木気象資料館もあります。Google マップで見ると小光道となってるんですけど、そのまま過ぎてびっくりしました。正光寺につながる道だから小光道なんでしょうか。正光寺に到着しました。場所は伏木駅から歩いて10分かからないような場所にあります。国宝になっている建物もあります。正光寺の境内は、古くは大友のやかもちが5年間国主、国の神ですね、として執務した越中国庁があったとされる推定地です。本堂が国宝になっています。1795年、加賀前田家11代藩主の援助によって建立されました。平面、構造、形式、細部衣装は京都の本願寺の阿弥陀堂を模して建てられています。正光寺の七不思議と呼ばれる不思議があるそうです。見習らずの銀杏、天から降った石、水の枯れない池、屋根を支える猿、魔除けの柱、雲龍のすずりかな？あと、山陽の松です。いろいろ見て回ったんですけど、すべてを見つけることができませんでした。特に屋根を支える猿、これ資料館で模型があったので、それを見て、本堂に戻って探してみたんですけど、そもそも本堂の屋根裏の角って書いてあって、これ難易度高いっていうか、多分現地を見ることはできないのかなと思いました。国宝だけあって彫刻すごく綺麗でした。建物もそうですけど、門のところのね、彫ってある木もとても綺麗だと思いました。国宝正光寺は以上です。
次に私が来たのは、伏木気象資料館です。ここは、正光寺から歩いて5分ぐらいのところにあります。伏木地区は、万葉の時代から港町として栄えていました。北前船と呼ばれる大阪から北海道に向けて日本海を通る航路があって、それの交易によって現在の港町としての地勢が形成されています。その後、造船技術の進歩とか、あとは港湾整備の進展で、伏木港の近代化が進み、現在では大きい港となっています。船で物を運ぶ、とても重要になってくるのが気象の状況です。この伏木測候所は全国で初めての私立の測候所です。明治期に建設された築後約100年を有する近代化遺産の一つとして、伏木地区における印象的なとてもレトロな建物を見ることができました。高岡市には伝統的建造物群保存地区が複数あります。そのうちの一つ、吉久の町並み。これが伏木の近くにあります。ただアクセスが悪い。大回りをして電車、バスで行くか歩いていくか、どっちを選ぶか。私はダイエットのために歩きました。歩いていく途中で伏木万葉大橋というこの橋を歩いて渡ります。伏木駅からこの橋に向かうときに、本当にここ合ってんのって思うくらいの裏道みたいな細い道を歩いていきます。ここ万葉大橋というだけあって、橋の途中にこんな感じで歌が書かれてるんですね。ただ徒歩で渡って歩いてる人は私だけでした。ここはあんまり歩く人がいないのか、それとも土曜日だったのであまり人の出がなかったのか、どちらでしょう。橋を渡った後も工場と工場の間の道を歩く。なので本当にこんなところに伝統的建造物群保存地区があるのかと不安になってしまいます。気象資料館から歩いて40分くらいで到着しました。ここは木の格子になっているものを様の子といって、それがいろんな家にあるのが有名らしいです。そのため様の子の町並みと言われています。ここには江戸時代前期の加賀藩最大の年貢米等を納めた米の蔵が設置されていたそうです。ということは米がたくさんあったって考えるとテンションが上がる。米好きにはたまらない町ですね。町や建築が良好に保存されています。距離としてはそんなに長くないんですけど、ただ昔ながらの伝統的な建物をたくさん見ることができました。このエリアが保存地区に指定されたのは2020年の12月23日なので、まだ4年5年ぐらいしか経ってないような新しいとは言わないかね、だけどまだまだ指定されたばっかりの保存地区だそうです。これからもこの景観を残してほしいなって思いました。とても綺麗な場所だと思いました。伝統的建造物群保存地区を楽しんだ後は、高岡機動線万葉線に乗ってきっときと市場に行きます。地元の方に聞きたかったんですけど、ここ新装きっときと市場なのか新港きっときと市場なのか、どっちなんですか？漢字は読めるけど、ただこういった呼び方って難しいっすよね。ご飯を食べながら有名な新港大橋を見に行きたいと思います。あと驚いたんですけど、この万葉線ドラえもんのペイントがされている車両がありました。東新港駅まで万葉線で来たら、あとは徒歩で
きっときと市場に行きます。そしてきっときと市場でご飯を食べたら、海王丸、いわゆる新港大橋のところを見に行きます。場所としては、この海のエリアなんですけど、ここ高岡ではなくて射水市に入るんですね。東新港駅からは徒歩5分かかったかかからないかくらいです。ただご飯が早く食べたすぎて、私は早歩きで歩いたので多分5分はかかってないです。見てください、このキラキラ輝く刺身、とても美味しい。一番美味しいのはうどんでした。ご飯を食べた後は海王丸のところまで歩いて行きました。歩いて徒歩10分かかったかかからないかくらいです。そしてここは恋人の聖地海王丸パークとも言われているそうです。恋人の聖地に男一人で行ってきました。浮いてたかどうかはわかりませんが、気にしないことにしました。そういったことを気にしてたらね、旅行なんかできませんよ。それでこの新港大橋なんですけど、とても綺麗でした。今回徒歩旅なので橋を渡ることはできませんでしたが、車で橋を渡ったら遠くまでの眺め、とても綺麗に見えるのかと思いました。このエリアを楽しんだら高岡に戻ります。高岡には海王丸駅からまた万葉線に乗って戻ります。そしてラッキーなことにドラえもんのペイントされた電車に乗ることができました。なぜこの電車、電車でなくトラムらしいんですけど、ドラえもんがプリントされているか、藤子 F 不二雄先生が高岡市の出身です。そして代表的なキャラクタードラえもんの生誕100年前、2012年の9月3日を記念して登場したそうです。あとはトラムの乗車口ではなく、どこでもドアだそうです。高岡市には3つの伝統的建造物群保存地区があり、このエリアは山頂筋伝統的建造物群保存地区となります。ここの他に後ほど紹介する金谷町伝統的建造物群保存地区、それから前回のパートで紹介した吉久の伝統的建造物群保存地区があります。この山頂筋には土蔵造りの町資料館という場所があります。ここは町屋の一つ、旧室崎家住宅です。昭和20年まで卸売業を手広く営んでいた高岡でも屈指の方の家を見ることができます。日本のあらゆる場所の贅沢な素材を使った座敷を見ることができます。この家には土蔵があります。この地区全体的に土蔵がたくさんあるのですが、この土蔵は明治33年の大火で焼け残った土蔵と考えられています。他の場所は焼けてしまって、そこから土蔵作りにしようということで、この地区には土蔵の蔵が増えたと言われています。レトロ感もあり、そしてものすごく高級感もある佇まいの家を見ることができました。こういった貴重な資料になる家はしっかりと保存をしていってほしいものです。同じ山頂筋には旧高岡共立銀行の本店があります。この建物はレンガ造りのとても綺麗な建物となっています。山頂筋伝統的建造物群保存地区にあるこのレンガの建物、少し見覚えがあるような建物です。例えば盛岡の銀行だったり東京駅だったり、この盛岡や東京の建物は辰野金吾氏が直接設計しているのですが、この旧高岡共立銀行本店は辰野金吾氏が監修をしています。建物を見ていると
やっぱり似ているなととても思います。窓枠とかひさしとかを見ていると盛岡銀行そっくりな気がしてきます。そして裏にある変電設備でちょっとレトロな気分から現実に戻されてしまいます。この山頂筋周辺では毎年5月1日に高岡御車山祭りが開催されます。御車山は前田利家が豊臣秀吉から配慮をしたものを加賀藩2代目前田利長公が1609年に高岡に城を築いて町を開いた際に城下の町民に与え、高岡の城下町で手を加えながら代々受け継いできたものと言われています。なので山頂筋の山という漢字、これはお祭りで使う出汁のあの山の漢字から来ているのかなと思いました。Google で調べるといろいろな写真が出てくるのですが、とても豪華でリッチな出汁だと思いました。山頂筋周辺は以上です。山頂筋から金谷町までは歩いて10分くらいで行くことができます。この金谷町もまた伝統的建造物群保存地区となっています。金谷町に来る途中に芳名橋という橋があります。ここに市政100周年を記念して金色の鳳凰像が設置されました。とてもかっこいいです。高岡銅器発祥の地と言われる金谷町。この道の石畳もとても綺麗ですが、格子の家が美しく、江戸時代の風情を色濃く見ることができます。この鋳物資料館では、高岡でどのようなものが作られているかを見ることができます。例えば、高岡駅前のドラえもんの像、鳥取の境港にあるゲゲゲの鬼太郎とか、他もかなり多くの銅像が高岡から出ています。古い家の様の子も綺麗です。そして要所要所で風鈴の音が聞こえるのですが、やっぱりこの風鈴の音がとても綺麗です。こういった静かな誰もいないところで風鈴の音を聞くとすごく癒されます。そしてこのエリアには珍しい芸術館があります。この緑色に輝くガラス、これはウランガラスと言われるものです。ウランガラスといってブラックライトを当てるとこのように緑の輪光を発します。ここのオーナーさんがコレクターでいろいろ集めて展示したものを200円で見ることができます。鉄とか銅とか見て疲れた後はこういった綺麗な輝きを見て優しい気持ちになるのも一つだと思います。そしてあまりの綺麗すぎて私はサイコロのウランガラスを買ってしまいました。ブラックライト持ってなかったのでAmazon で大至急買ってみましたが、とても大満足しています。そもそもなんですけど、今回の富山旅行で私お土産多分このウランガラスのサイコロとカンコンタンの 2,3 種類ぐらいしか買ってない気がします。そしてここで展示されているウランガラスのいくつかは何でも鑑定団にも出ているそうです。金額はなかなかそれはちょっと聞けなかったんですけど、ただそれぐらい立派なものだそうです。このように現地でブラックライトを当てて説明してくれたり、ガイガーカウンターの青のところで安心安全の値ですよっていうのを見せてくれます。散歩していて楽しく
伝統的なものが見られて、そして美術的なものも見られる、とても面白い通りだと思いました。金谷町からホテルに戻るときに水のペットボトル買って一気飲みしました。普段私、水のペットボトルあまり飲まないんですけど、今回はここに来たかったためにあえて水を購入してそのペットボトルを開けました。私が来たのは影梨井戸です。富山の名水にも登録されている井戸で、影梨坂にあることから影梨井戸と呼ばれています。日照りがすごくても枯れることがないと言われていて、約230年前に親孝行者の六兵衛が掘ったものと伝えられています。とても感動的なエピソードです。お水とても美味しかったです。そして夜ご飯は寿司食いねえの回転寿司、ただ目の前で握ってくれるので全然回転はしてませんでした。とても美味しくて、サバのへしこの寿司最高でした。ホテルに戻った後は牛乳の飲み比べを久しぶりにやりました。このおわら風の盆、美味しかったです。高岡旅行2日目、朝から来たのは瑞龍寺です。このお寺は加賀藩2代藩主前田利家公の5代を弔うために3代藩主利常氏によって建立されたお寺です。この総門を見ると梅鉢の家紋がたくさんあります。これ前田家の家紋です。そしてこの瑞龍寺には国宝に指定されている建物があります。先ほどの山門、そしてこの仏殿、そして一番後ろ側っていうんですかね、奥の方にある八塔、この3カ所が国宝となっています。そして八塔には臼様明王と呼ばれるトイレの守護神の像があります。あと仏殿には釈迦如来、普賢菩薩、文殊菩薩だそうです。国宝に指定されるだけあって、やっぱり彫刻がすごく綺麗です。屋根の裏、軒のあたりとか見ると、そういった楽しみができます。あとはこの仏殿の瓦、鉛でできています。総重量47トン。火縄銃の弾に換算すると250万発分に加工が可能なようです。建物のバランスとかを考えると、上を重くするよりも下を重くした方が絶対にバランスがいい。なので屋根なんか軽くてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、この時の知恵なんだと思いました。とても楽しかったです。そしてライトアップもされているようなので、興味がある方はぜひ Google で調べてみてください。そしてこの瑞龍寺の入り口から東側なのかなにずっと道がまっすぐに伸びています。八丁道でしょうか。この道の先に前田利長公のお墓があります。武将として日本で一番大きいと言われています。お墓なので今回行きませんでした。そして入り口にはキリン焼きというのが売ってます。2種類食べました。2つとも美味しかったです。高岡市の街並みって歩いてるだけでもとても楽しいです。例えばこのようにドラえもんの銅像があったりします。私は新高岡駅の近くのホテルに泊まったので、そこから瑞龍寺まで歩いて、で瑞龍寺から高岡駅を通って高岡の大仏まで行って、でその大仏から高岡のお城まで行って、そこから藤子 F 不二雄先生の資料館まで今回歩きました。でさらにそこの資料館から駅までまた高岡駅まで歩いて戻るという、本当に散歩旅になったんですけど、ただとても面白いです。この今歩いてる通りが新高岡駅から瑞龍寺まで行く道です。しっかり道に名前が付けられています。その名も瑞龍寺道です。途中に
こういった看板があったり、あと道が綺麗だったりするので、歩いていて楽しいです。あと、新高岡駅付近に泊まる方、気をつけてください。ホテルの近くにはお店、夜遅くまでやってるお店があまりないです。なので私はイオンまで行きました。で、駅を挟んで逆側に薬局あるんですけど、薬局、夜8時ぐらいまでしかやってないみたいなんで、本当に酒飲みたくなったって言ったら、ホテルの1階の自販機とか、そういったところ。なので、ホテルに着く前に、駅のコンビニで買っておくのが無難だと思いました。そして、これが高岡駅前の景色。結構栄えてますよね。高い建物があって。正直、驚きました。もっと田舎だっていうイメージがありました。地元の方には、侮るなかれ、富山県2番目の都市だぞと怒られてしまうかもしれません。ただ、それぐらい栄えてはいました。そして、観光都市みたいになっているので、歩けば何かしら、歩けば何かしらと見どころが多いです。あとですね、世界で2番目に美味しい焼きメロンパンアイスの店がありました。駅前の商店街とモールみたいなところを抜けていくと高岡大仏があります。高岡大仏は日本三大仏の一つに選ばれているようです。とても顔がかっこいいイケメンで有名らしいです。この大仏様、遠くから見ると目をつぶってるように見えるんですけど、近くまで行くとうっすらと目を開けてるようなんですね。見る場所によって違う、見え方が違う、そう思いました。あと大仏様の下がちょっと絵の展示とかがされています。あとこの紋章、吸ってる釣り元がなんか危うい感じがしました。見る時間としては5分10分ぐらいなんですけど、とてもギュッと見応えが凝縮されていて、すごい見応えとともに、これが日本三大の凄さなんだなっていうのが実感できました。この大仏様から歩いて5分10分かからずのところに高岡城跡があります。道の途中には古い家とかがあって、これまた面白い場所でした。次に来たのは高岡城の城跡です。明治以降、公園として開放されています。ここは加賀前田家2代当主の前田利長が築いたお城です。1615年の一国一条例で廃城となりました。ただ、この水の堀ですね、あと土塁、これが残っていて、とても美しい場所です。公園は芝生が敷かれていて、ちょっとお城っていう感じではないんですけど、ただ、とても綺麗だなぁと思いました。そして、このお城、日本の百名城に選ばれています。それだけ公園となっている今でも、とても綺麗に整備されていて、そして前田利長公の銅像があったりして、とても楽しめる公園であると思いました。で、近くには芸術の森とか博物館、あとね、動物園なんかもあるようです。今回は行かなかったのですが、時間があればぜひ行って、そういったところで中を見てみたいなと思いました。高岡城跡は以上です。まずは富山市の場所について。富山市は富山県のほぼ中央から南東部分までを占めて、北には富山湾、東には立山連峰、西には丘陵山村地帯が連なり、南は豊かな田園風景や森林が広がっている場所です。とてもいい場所です。東京駅からも新幹線で2時間ちょっと3時間かからないくらいと、とてもアクセスがいいです。新幹線1本で富山駅まで行くことができます。令和2年の時に人口は41万人ちょっと、
富山県の中では一番大きい都市となります。そして2025年にニューヨークタイムズ今年行くべき52カ所のうちの一つに選ばれています。人混みを避けながら文化的な感動と美食を存分に楽しむ。これが日本富山のいいところのようです。本当かってね。私は高岡市を楽しんでから富山市に移動しました。電車で20分くらいの距離です。人混みを避けながら文化的な感動と美食を存分に楽しむ。これ、高岡市当てはまってると思います。ただ今回選ばれたのは富山市です。すごく楽しい高岡市も他の動画で紹介しています。チェックお願いします。富山市は狭いエリアの中に見どころがギュッと凝縮されています。ただ徒歩で全てを回るのはかなり大変です。そんな時にこの路面電車とても便利です。移動が速くなるしリーズナブルですね。安いわけではないんですけど、この距離乗った割にはこの金額かとそんなに高くは思いませんでした。それから疲れない。とてもいいです。この路面電車スイカが使えました。なのでスマホにスイカ入れてる方はタッチ決済で乗り降りができます。このスピード感見てください。このスピード感があるからこそあっという間に目的地に到着します。最初に私が来たのは富山ブラックで有名なラーメン大輝さんです。路面電車をグランドプラザ前で降りて、そこから徒歩で5分かからないくらいの場所にあります。ラーメン屋さんに向かう途中に鈴木今さんがあります。52カ所に選ばれた中の文言の中に鈴木今でご飯を食べてって書いてあるんですけど、すんごく混んでました。こちらのラーメン屋さん、チャーシュー麺なんですね。で、メンマとチャーシューが入ってて、見てください、このブラックな感じ。少し食べて、しょっぱすぎてすぐ卵を入れました。本当にね、ガツンとくる味の濃さ、しょっぱさがあります。食べ方の説明を見ると、塩辛いメンマがもう塩辛いんですね。群馬県民の私は、群馬元気の5か条で、塩分控えてマイナス 1g ってやってるんですけど、この日はマイナス 1g は絶対に無理だと思いました。1時半ぐらいに食べ終わって外に行ったんですけど、まだ行列はありました。美味しかったし、人気店な理由が分かりました。次に私は富山市ガラス美術館に来ました。日照大輝さんのお店、道挟んで逆側のビル、歩いて2分ぐらいで玄関まで着きます。この富山市ガラス美術館も世界の行くべき52カ所のところの説明文の中に書かれています。外壁とても綺麗です。デザインがなんともかっこいいビルです。そして外だけじゃなくて中、この木を使ったぐるぐる巻きっていうんですかね。この形、内装がとても綺麗です。このビルは有名な建築家隈研吾氏が監修しているビルになります。ガラスの展示とかもすごい綺麗でした。ここからはてっちゃんにはたまらないお店に行きます。喫茶ブルートレイン。ここも世界の行くべき52カ所の説明文の中に書かれています。なんとここではエチオゲージを走らせてくれるというとても楽しいイベントを美味しいコーヒーを飲みながら楽しむことができます。私は富山市ガラス美術館から歩いていきました。30分くらいかかったかな。ただ街の中を見たかったので歩いたんですけど、駅前を過ぎちゃうとちょっと栄えてる感じはあまりないです。いやー、このます寿司のお店
富山に来たならます寿司1回ぐらい食べたかったですね。今回食べる機会がなかったです。あと、シェアサイクルあるみたいですね。私30分歩きましたけど、自転車あるなら使えばよかったって思いました。喫茶ブルートレインに到着しました。店の中に入って少してっちゃんの気持ち、溢れるてっちゃんの気持ちを抑えて、喫茶店ですからね、のんびりとコーヒーを楽しみたいと思います。私はコーヒーとチョコチーズケーキだったかなを注文しました。とても美味しいし、香りがね、すごく良かったです。で、このお店は HO ゲージ走らせてるだけではなくて、このように電車の関連する看板だったりとか、あとはなんかシートもちょっと高級な電車の、ね、座席みたいな形ですよね。ちょっと優雅にコーヒーでも飲もうかなと思ってたんですけど、目の前を HO ゲージ走るとやっぱり迫力があって、子供のように無邪気に撮影をしてしまいました。店内を丸ごとジオラマにしているようで、その中を走らせていて、とても面白かったです。喫茶ブルートレインで美味しいコーヒーをいただいた後は、路面電車の安野谷駅に向かって帰ります。路面電車の駅に行く途中、雨が降ってきました。私2日間富山県で旅行したんですけど、後ろ1日、もともと雨予報だったのが、この時間まで持ってくれたのは奇跡だと思いました。ただ、目の前で路面電車が行ってしまう。赤信号待ちで次の電車を待たなければいけないという、ちょっとタイミングが悪かったです。雨本降りにならなかったのってやっぱり高岡の天原市海岸に行ったおかげなのかなと思うことにしました。これ雨降ってきてやべえってダッシュしてる時です。新幹線に乗るまでに時間があったので、富山駅の中散策しました。世界の行くべき52カ所の説明文には混雑はないと書かれていたのですが、駅の中すごい人がごった返していました。外国の方もいらっしゃいましたね。駅の構内の中にはコインロッカーが3カ所あります。今回私荷物多かったので、コインロッカーに入れて富山市内を回ろうと思ったのですが、すべてのコインロッカーが満タンでした。ここ一つだけ空いてたんですけど、すぐ取られてしまいました。いや、本当にコインロッカーの撮影なんかしてる場合じゃなかったです。もうすぐ入れないと、貴重な空き一つだったんですけど、残念でした。駅にはご飯が食べられる場所があります。ただ、お寿司屋さんすごい混んでます。なので、新幹線の時間が決まっている場合は、お寿司屋さんはなかなか行くと待ち時間がすごいことになるので、余裕を持って行った方が良さそうです。私は時間がなかったので、塩ソフトだけ食べて我慢しました。富山市を半日で楽しめるかどうか、実際にやってみました。私、富山市に着いたのが1時ちょっと前で、電車14時過ぎぐらいの電車に乗って3時間ぐらいしか滞在しなかったんですけど、とても楽しかったです。そして、私、群馬の高崎なので、富山までってすぐ行けるので、また今回行けなかった場所は次回行きたいと思います。ということで、富山県編は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。富山に興味を持った方は、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。